大量にオンドリがいるんですけど、これがどうやってこうなるかの手順を説明しようと思います。いつもワンフレームにオンドリが2つか3つぐらい映ってますまずうちは元からいたニワトリが83羽いて、でその子たちはすごいじっくりゆっくり増やしたんですけど、ここの新しいファームに来てからはものすごいバカッとすごい大量に3年半で増やした83羽ではなく、半年ぐらいで増やした200羽になっちゃったので、それをどうやってやったかっていうのは、とりあえず元の83羽はその83羽としておとなしくしてるから、そのもうすでにある安定したところにオンドリを入れるっていうのは、まあリスクももちろんあるんですけど、安定してるところに入れないとカオスがさらにカオスになるから、元のニワトリたちが頑張ってくれてるっていうのがまず大きいです。でその大量に増えちゃったのは、うちがニワトリ捕獲業をちょっと始めたので、野生のニワトリ、それこそ素性のわからないニワトリをたくさん受け入れることになりました。なのでまずニワトリを外で捕まえてきます。もちろん虫がついてる、寄生虫がお腹にいる、病気を持ってる、何だのかんだのなので、そんなひどくないんですけど、それを想定した上でこのニワトリ小屋の外、うちのファームの敷地だけどこの中じゃなくて外でまず狭いケージに入れて、隔離して、ちゃんと栄養のあるご飯あげて太らせて、病気がないかの確認と、ちゃんとお腹の虫がある程度は普通にいるんですけど、そんな死にそうでない状態になるまでちょっと2週間から1ヶ月とか、全然懐いてない子が多いから、その1対1の時間を作ることで、人にまず信頼を置いてくれるので、それを作るのに結構時間かかったりします。だいたい3ヶ月とかで、そうやって毎日1日1回とか2回とかご飯あげるだけのつまんないことに見えるんだけど、それで結構慣れてくれる子が多いです。でそれをやり終えたらやっとこの中に入れて、こちらにいるんだけど、ちょうど隔離期間を終えたオンドリたちがちょっとこの狭いところで2週間から1ヶ月ぐらいこの中で生活してもらって、でこの子たち最初はもう近づけないぐらいだったけど、この3ヶ月の信頼を築いたからある程度人に慣れてます。普通に野生のニワトリを連れてきてこういうケージに入れるともうギャーって言って、もう中でピンポン玉みたいに跳ね回って頭打って死ぬから、ここまで来たのが奇跡です。この子はちょっと神経質だね。君は大丈夫でしょ。今日は嫌だって。でこの子ちょっと怖がりなんだよね。今日は大丈夫なのかい。みんなご飯待ちだからね。はい。で、この狭いケージに入れる理由なんですけど、この下の段とか、この人が外に向かってガン飛ばすと外からオンドリがやってきてケージ越しに喧嘩を始めます。であまり背が高すぎるケージに入れてるとちゃんとした蹴りを繰り出せるので、お互い網越しでも結構な大怪我をします。なのでわざと狭いところに入れると動けないので、お互い自爆しない、相手を傷つけないっていう状態を作ります。でこの子たちは私たちがいない間もいる間ももうずっと周りをなんか観察してるので、どのオンドリが強いだの、どのメンドリが可愛いだのなんだの勝手に情報収集してるから、その間になんかこのニワトリ小屋がどうやって動いてるのかっていうのを社会勉強してもらいます。である程度時間が経ったらこれを人がいるところでこの中に放ちます。すると大変な喧嘩がもちろん起きます。でも一応みんな顔見知りだから、お前ケージから出てきたやつじゃねえかっていうことになります。お前誰やねんから始まると殺し合いになるけど、お前知り合いやけどムカつくなやったらある程度喧嘩したら収まるはずっていうのを想定してやってます。であまりにもひどかったら戻すし、そのまま大丈夫そうだったらちょっと慣れるまで逃げ回ることになるけど、そうやっていつか馴染みます。
みたいな感じでみんなケージに入れたり出したりああだこうだやってます。するとこうやってワンフレームにオンドリが3羽とか4羽とか5羽とかいることになります。でここで一番大事なのがこのみんなの世話をしている人間が鶏の飼い主っていう立場になるんではなく、鶏小屋の中の一員になることによって私が一番偉いオンドリだから私が睨めば止まるっていう、ハートとかとほぼ同等な権利を持っていることによってみんな私が来たらおお喧嘩やめようってなるわけね。オレオくんこの人思春期の時やばかったから一回しまわれたけどまた出てきたんだよね。ね、何偉そうにしてんのはい、というわけで3羽オンドリを出しましたとさ。ちょっと堂々としてるね。どうマシになった？よかったね。さっき紹介した子がちょっと偉そうな態度をとっても人に蹴り飛ばされてないね。あ、パイナップルくんがそれ以上近づいたら蹴るよって。よかったね。はい、というわけでちょっとケージ生活が長い子も多いですけど、その先の幸せのために皆さん頑張っていただいてます。でケージにいる間にちゃんと健康体になってもしなんか喧嘩上がりとかだったら体の中の血をちょっと回復させて羽をきれいにして、でちゃんと万全な体勢で出てくるのでちゃんと逃げれるチャンスを与えてますね。みんなあの人とか最初すっごい弱っちかったけど今はみんなと一緒にちゃんとしてるね。大丈夫？すごいことになってるね。なんでそんなでっかいのみんな。はい、みんな幸せオンドリ共存です。